こんにちは、シャチパンです。さて、本日の動画は TBS レグザより65型の液晶テレビ 65Z970M をお借りしましたので紹介していこうと思います。このモデル、レグザの最上位に位置づけられた液晶テレビなんですが、個人的には今年最も注目すべきモデルだと思ってます。というのも、昨年からの進化が目覚ましいからです。モデルも従来800番台だったものが今回から900番台へとアップしています。従来から一体どんな点が進化したのでしょうか。ということで早速やっていきましょう。今回は画質、録画機能、サウンド、ゲーミング機能、背面端子、リモコン、価格、総評という流れでご紹介していきます。まずは画質についてです。このモデルで最も推したいポイントなので、いつもより少し詳しく解説します。最大の特徴はその明るさと色で、従来の液晶テレビよりも白の表現の迫力があり、色も緑と赤がとても綺麗に表現されます。これはパネルにミニ LED、量子ドットシートが採用されているからです。ミニ LED は従来 LED の100分の1の大きさの LED で、パネルに細かく敷き詰めることができ、明るさ以外にも明部と暗部のメリハリの表現に貢献します。量子ドットは人間の髪の毛の太さの1万分の1の大きさの人工結晶です。光や電気エネルギーを加えると発光する特徴を持ち、これがバックライトに使われています。この発光特性は非常に良質なもので、テレビでは基準色である赤、緑、青を作りますが、従来よりも混色の少ない純度の高い光が得られます。これにより色の表現範囲を広げつつ、色を正確に再現することができるわけです。最近ではいろいろなメーカーでミニ LED、量子ドットの採用が進んでいますが、中には搭載しているというだけで性能が伴っていないものもあります。いわゆるスペックだけ豪華という製品です。本機の明るさはデフォルト設定では個人的にやや控えめに感じましたが、最大設定で測定してみると1400ニット近い数値が出ました。従来の液晶テレビでは最上位モデルでせいぜい1000ニット程度だったので、本機では1.5 倍近い明るさの表現ができるということになります。明るさは白の表現が灰色っぽくならず、綺麗な白表現ができるほか、明暗表現のコントラストにも効いてきますので重要な要素です。また本機は色表現も優れています。実際に発光スペクトルを測定してみたところ、従来の LED 液晶に比べこのように特性に大きな差がありました。スペクトルの見方は基準光である赤、緑、青のスペクトル幅が狭く、鋭く立ち上がっていることが性能の高さを表します。従来の液晶テレビでは赤や緑に混色が多く、原理上色の表現範囲は狭いですが、今回ご紹介するテレビは赤、緑、青、すべての色が混色少なく純色に近いです。と、メーカーが公表している情報はせいぜいここまでですが、今回は色域のスペックまで実測してみましょう。色域とはディスプレイが表示できる色の領域で、結局量子ドットを採用するのも色域拡大が目的の一つです。品質の悪い量子ドットを用いていれば、このスペックを見ると一発でわかります。今回はアメリカのデジタルシネマ向けの DCI-P3 と、現在の公式機規格である BT2020 で見てみましょう。何やらよくわからない単語が出てきましたが、特に難しいことはありません。この三角は色の表現範囲を表し、この三角の中の色の何%の色を表現できるかという内容です。ご覧のように BT2020 の方が色域は広く、もしも BT2020 の色を 100% 表現できれば、
自然界に存在しているほぼすべての色を表現できると言われています。そのため各社色表現の目安の一つとしています。さて早速本モデルで測定してみると DCI-P3 で 99%、BT2020 で 80% となりました。この値はテレビとしてはかなり高い部類で、例えば量子ドットを用いていないテレビやゲーミングモニターであれば BT2020 は 60% 程度しかカバーできていないことがわかります。このように本モデルは見た目的にも数値的にも明るさと色ともに優れていることがわかります。ただ本モデルはこれだけにとどまりません。有機 EL に搭載されるような反射防止シートを搭載しています。これは2年前の有機 EL 最上位モデルですが、その反射防止シートと同水準の良質なものが採用されており、反射はかなり抑えられているのが見てわかります。画質を比較しても黒の表現は向上したものの、依然有機 EL が有利ですが、それ以外の明るさ、色表現は本モデルの方が優れています。視野角も十分にあります。テレビの画像処理エンジンもさることながら、パネル含め液晶レグザ史上最高の出来と言っていいでしょう。画像処理エンジンは今年から視聴者の位置を認識するミリ波レーダーが採用されています。実はテレビには最適な視聴距離というものがあります。一般的には近すぎるとノイズが目立ち、遠すぎるとせっかくの高精細な絵が楽しめなくなります。人間の視力では遠くの人の髪の毛が一本一本見えないのと一緒です。ミリ波レーダーはこのように人の位置をリアルタイムに把握し、どんな時でも最適な画質、サウンド設定にしてくれます。それからアニメの顔を認識する機能が追加されました。アニメの顔を認識することで正確にアニメのジャンルと認識し、最適な画質処理をするようになります。著作権の問題で映すことはできませんが、このようにアニメの顔を認識していることがわかります。今回ご紹介した処理はサブメニューからオンオフがリアルタイムでできるので、効果が気になる方は量販店などでぜひ触ってみてください。4K 映像、地デジ、ネット動画、ゲームなど一通り試しましたが、やはり明るさと色の表現が素晴らしく、これぞ最上位モデルにふさわしいモデルだと感じました。続いて録画機能です。レグザは全体的に録画機能に定評がありますが、その中でも本モデルはレグザ最大の特徴でもあり、根強い人気を誇っているタイムシフトマシンが搭載されています。地デジ6チャンネルを数日分丸ごと録画でき、好きな時に見ることができます。どのチャンネルをどの時間帯に録画するかはこのように細かく選択することができ、録画した番組は加工番組表ボタン一つでこのように番組表のような形式で確認できます。あとはネット動画を選ぶような感覚で楽しめます。見たい番組はこのようにボイスボタンを押して話しかけるだけで呼び出すこともできます。それからタイムシフトマシンならはじめにジャンプ機能が便利です。テレビをつけた時にドラマやスポーツ番組の途中だったとしても、はじめにジャンプボタンを押すだけでオープニングから見られます。たまたまテレビをつけたらなんか面白そうな番組がやっているなと感じたことはありませんか？そんな時でも即座に初めから見られ便利です。また個人的におすすめしたいのはシーンリストです。録画してしばらくした番組はシーン検索ボタンを押すことでこのように右側にチャプターが振られ、好きなシーンにジャンプできます。実際に人が番組を見て人力で入力しているので内容の精度が非常に高いのもありますが、番組の区切りはもちろんのこと CM に至るまでシーンごとに分けられているので、その細かさにも驚かされます。これがあれば
音楽番組で好きなアーティストが出ているシーンも簡単に探せますし、ニュース番組でもシーンの内容を確認しながら見たいニュースの部分だけを見ることができます。時間がない時にざっと見たいところだけを見るという使い方をしたい方にはとても便利に感じられるでしょう。また再生ボタンを2度押しすることで 1.5 倍の早見再生にも対応しています。通常録画する場合も番組表から録画したい番組を選んで、このように録画予約するだけで録画できます。同時録画番組は地デジ、BS、CS 放送であれば2番組まで可能です。録画した番組は録画リストボタンでジャンル別、曜日別にサムネイル表示され確認することができるほか、ユーザーの好みに応じて自動録画されるおまかせ録画にも対応。三昧ボタンを押すことで今年からネット動画も同時に探すことができるようになりました。ネット動画もぶち抜きで同時検索できるこの UI は他社にはなかなかない機能です。少し駆け足で説明したこともあり、多機能でちょっと複雑かなともしかしたら思った方もいらっしゃるかもしれません。だけどこの機能を全て使おうとする必要は全くなくて、使いやすいなと思った機能を使えばいいんです。これだけの機能が用意されていれば自分に合ったものがきっと見つかるでしょう。続いてサウンドです。前面下部に 2way バスレフ型スピーカーとセンタースピーカー、背面中央に低音を担うウーファー、上部側面には左右方向の音表現用にサイドスピーカー、高さ方向の音表現用にトップスピーカーを搭載した計11個、出力 112W の豪華な構成です。上面にあるスピーカーたちは3次元の立体表現を担い、ドルビーアトモスとも相性が良いでしょう。視聴環境は人それぞれですが、本機にはオーディオキャリブレーション機能があり、テレビから発するテストトーンをテレビリモコンマイクで測定し、音響特性を補正します。実際に聞いてみると、テレビにしてはかなり頑張っている音質で、低音、高音ともに十分感じることができます。この出来ならば満足される方も多いのではないでしょうか。2年前の UPL テレビのサウンド構成よりサウンド品質が上がっており、中域である人の声もかなり聞き取りやすくなっています。最近ではサウンドバーも流行っていますが、安いサウンドバーであれば不要と言えるかもしれません。番組ごとに低音強調やサラウンドなど自動調整してくれますが、マニュアルでもこのように周波数ごとに細かく設定することができます。続いてゲーミング機能です。本機は HDMI 2.1 に対応しており、4K120p、VRR、ALLM など PS5 をはじめとする最新のゲーミングスペックを満たしています。対応する HDMI 端子は4端子ある中の2端子が対応します。今年は新たにゲームセレクト機能が追加され、ゲームジャンルに適した画質を選択できるようになりました。ゲームといえば低遅延モードを思い浮かべる人が多いと思いますが、低遅延モードはテレビ側の信号処理を必要最低限としているので、画質をその分犠牲にしています。そこで遅延が重要な対戦ゲームではスタンダードかシューティングモードを、画質を優先したいアドベンチャーや一人用のゲームの場合はロールプレイングモードと用途によって選ぶことができるようになりました。ゲームでも最高峰の画質である本モデルの力を遺憾なく発揮できるでしょう。65インチの映像も迫力があります。それからレグザは表示遅延時間も優秀です。実測してみると 120p の PS5 想定信号で約 3.8 ミリ秒、一方 60p の PS4 想定の信号で 12.7 ミリ秒でした。このように入力によって遅延時間が変わりますが、 60p の方の遅延時間ももう少し改善すると嬉しいですね。ゲーミングモニターの遅延時間はおおむね1ミリ秒で、ス
すが専用機といったところですが、テレビの中でこの表示遅延時間スペックはトップクラスでしょう。今やネットで対戦するゲームが多くありますので、少しの遅延時間が命取りとなる FPS や格闘ゲームをする際はおすすめできます。次に背面端子です。背面向かって右側にまとまってあります。上からタイムシフトマシン用の USB 端子が2つあり、続いて音声出力用の光デジタル端子、動画写真用の USB 端子、それから地上デジタルアンテナ入力 BS、CS アンテナ入力があります。その下には HDMI 端子が4つあり、このうち 4K120p の対応端子はこの2端子となりますので、 PS5 などをお持ちの方はこちらの端子に接続すると良いでしょう。続いて通常録画用の USB 端子、ヘッドホン音声出力端子、市販の AV ケーブル用のビデオ入力端子があり、最後に LAN ケーブル用端子という構成です。LAN は有線接続しても良いですが、無線接続にも対応しています。なお、本モデルは回転式スタンドを採用しています。左右に15度調整でき、視聴位置に合わせて角度を変えることもできますし、テレビ台の掃除や背面端子への接続もしやすくなります。続いてリモコンです。リモコンに Netflix や YouTube など主要なネット動画配信サービス用のダイレクトボタンがあり、ワンタッチですぐに楽しむことができます。13個ものダイレクトボタンのうち2つはマイチョイスというボタンがあり、好きな機能を割り当てることができます。アプリだけではなく、このようにテレビの入力切り替えも割り当てることができます。切り替えを頻繁に多用される方には嬉しい機能です。ただし、リモコンにはサウンドのところで触れたオーディオキャリブレーション機能があることから、Bluetooth が搭載されているはずですが、操作部分は赤外線のみとなります。近くで操作する場合は、画面の右下の受光部に向けないと効きが少し気になったので、操作面も Bluetooth を搭載してほしかったところです。次に価格です。本モデルは現在43万円前後となります。出たてなのでまだ高いですが、有機 EL モデルと比較するとワンサイズくらいの価格差となるでしょうか。画面サイズと画質、どちらがいいのかはテレビを買う際、頭を悩ませる方も多い議題です。個人的には永遠のテーマだと思っていますが、どちらか一つだけしか選べない状況であれば、ぶっちゃけシャチパンは画面サイズを選びます。物理的な大きさはそのまま映像の迫力に直結するんですよね。画面サイズは正義です。シャチパンは43型から65型に変えた口で、初めはこれ置けるのかな、邪魔にならないかなって思ってたんですが、最近のモデルはベゼルも狭く薄型なんで意外となんとかなります。今ではこの大きさに慣れてしまい、いいか悪いかは置いといて、サイズダウンするとおそらく満足できない体になってしまいましたね。口コミでもテレビを大きくして後悔したという書き込みはほぼ見かけないので、置いてみると満足されている方が多いのかなと思います。映画館であえて後ろに座るような方でなければ、目の前いっぱいに広がる映像をぜひ堪能してほしいです。なお、テレビには最適な視聴距離というものがあります。目安としてはこのようになりますので、ご自身の環境ではどの程度のサイズのテレビが良いのか、一つの目安として参考にしてみてください。最後に総評です。本モデルはミニ LED 量子ドットをはじめとして AR コートやサウンド構成まで一切の妥協点のないレグザの本気を感じるモデルです。よくミニ LED 量子ドットを搭載しているだけで実力が全然伴っていないスペックだけ立派なテレビも世の中にありますが、今期は実際に実力を測定してみて本物だなと感じました。またタイムシフトマシンをはじめとする録画機能や番組のシェアや
欄を介したダビングなどリンク機能にも対応していますが、全部盛りであるがゆえ価格はやはり高めです。このモデルのライバルはおそらく有機 EL で、比較すると黒の表現はやはり劣るものの、全体的な明るさや白の表現、色は良好です。好みで選んでも良いかもしれません。これからテレビを購入予定で本動画で魅力を感じた方は、ぜひ検討候補に加えてみてはいかがでしょうか。ユニコカーザー先頭前に迫る南け高一三郎まだお懸命に前を追っています。ユニコカーザ行ったー先頭内からチャンネル登録チャンネル登録残り 200m を通過して先頭はチャンネル登録おチャンネル登録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 1着2着は北斗ボーイ3着に北海道ブル見事に勝ちました。チャンネル登録よろしくね。